皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週も遊びに来てくれてありがとうございます。皆さんの1週間はいかがでしたか？皆さんはどんなことを今週しましたか？私は今週はたくさん勉強をしていました。なので少し疲れましたが、この YouTube を撮ることを楽しみにしながら勉強をしていました。勉強以外では妹と LINE をしていて、ふと思ったんですが、日本のアルバイト事情の話をしていて、それを今週のトピックにしたいと思います。で、実際に私も大学生の頃はいろいろなアルバイトをしていたので、その自分の体験談のことも話していきたいなと思っています。それでは今日もコーヒーを片手に今日はアルバイトの話をしていきましょう。乾杯。ちなみにこの動画ではアルバイトとバイトという言葉を両方耳にするかもしれないですが、両方とも同じアルバイト、パートタイムの仕事という意味です。なので、アルバイト、バイトと聞いても同じことということを覚えておいてください。で、なぜバイトというかというと、バイトの方が短くてわかりやすいというシンプルな理由です。アルバイトですが、大学生としては授業の間にお金を稼いで、自分のお金で友達と遊びに行ったり、旅行に行ったり、自分の趣味をしたり、恋人との時間に使うっていう感じですよね。今日のテーマは、日本の大学生はどんなアルバイトをしてるのということについてお話ししていきたいと思います。そして、いつものように3つのトピックに分けてお話ししていきます。まず紹介するのが、1つ目、人気のアルバイト、そしてなぜ人気かを話していきます。2つ目は少し変わったバイトを紹介していきます。で、最後、3つ目はこのバイトをどのように探すかも話していきたいと思います。よかったら最後まで聞いてください。では、まず一つ目のトピックに入る前に少しクイズをしてみたいと思います。まず、一番気になるかもしれないお金事情ですが、日本の大学生は月に平均でどれくらい稼いでいると思いますか？正解は平均で6から7万円だそうです。で、私は正直この数字を見て結構驚きました。思っていたより高かったです。なので、日本の大学生の皆さんはかなり頑張ってアルバイトをしていると思います。そして多い人では10万円以上稼ぐ人もいるみたいです。で、これは自分で学費や家賃を払っている場合が多いそうです。また、平均的な時給1時間ごとにお支払いされる金額は、都会で1200円ほどでした。そして、時給は年々上がっているみたいです。私が大学生の時にアルバイトをしていた時は、多分なんですけど、はっきり覚えていないんですが、およそ900円から1200円の間をもらっていました。また、働く時間の平均は週に3日くらい、そして1日に4時間。なので、合計12時間の間働くのが平均だそうです。では、早速一つ目の大学生に人気のアルバイトを紹介していきたいと思います。ちなみにこれはマイナビの2025年大学生のアルバイトのアンケートをもとに紹介していきます。では、3位から紹介していきたいと思います。アルバイトの人気ランキングの3位は
コンビニ、スーパーでした。私も実際に大学生の頃は周りでこのアルバイトをしている友達が結構多かった気がします。で、一番大変だと言われるのが、コンビニやスーパーでアルバイトをすると、レジの操作を覚えることが多かったり、あとコンビニだとタバコの銘柄や、あと他にも公共料金の支払いのやり方を覚えないといけないので、大変というコメントを見かけました。そして次は第2位です。第2位は塾の先生が多かったです。で、塾の先生のいいところは時給が高いというのがポイントとして紹介されていました。ただ、授業時間だけにお給料が発生するのに対して、先生は授業の準備もしたりしないといけないので、そこは少し大変だと思います。生徒を実際に教えるので、とてもやりがいはあると思います。そして最後、第1位。皆さん何かわかりますか？第1位は飲食店でした。飲食店とは、居酒屋やカフェ、レストランなどですね。で、実際に私も飲食店でアルバイトをしていました。飲食店はいろいろなお客様の接客をしたり、あとよくあるのがまかないといって、お昼ご飯や夜ご飯のまかないが出ることが多いので、それが嬉しいとの学生の声も多かったです。なので、3位からまた紹介すると、レジ、コンビニ、そして塾の先生、最後に飲食店が1位でした。ちなみに皆さんはどんなバイトをしたことがありますか？ぜひコメントで教えてください。人気のアルバイトが分かったところで、次は少し変わったアルバイトも紹介していきたいと思います。もしこのようなアルバイトをしていたら友達に自慢できるかもしれません。まず一つ目の変わったアルバイトはイベントスタッフとして働くことです。で、名前の通りイベントスタッフはイベントをサポートするお仕事です。例えば、大きなコンサートやアニメのイベントで働いたり、そしてこのお仕事の魅力は、日給が高いのと、あと、一日で終わる仕事が多いのが特徴です。また、イベントをサポートしているので、趣味が似ている友達や趣味の合う友達と会う可能性も高いです。二つ目は、モニターアンケートのアルバイトです。お仕事の内容としては、新しい商品やサービスを試して、その感想を書いたり伝えることが内容です。例えば、化粧品や健康食品を試したりすることもあります。このお仕事の魅力は家でできるものが多くて時間も自由にできるので柔軟性が高いことです。そして多くの内容は専門の知識がなくても大丈夫です。そして最後、3つ目は採点や添削のアルバイトです。このアルバイトの内容は塾のテストや模擬試験の回答をチェックすることが主な内容です。この採点や添削するアルバイトのお仕事は生徒の勉強の成果にもつながるので、とても大事な仕事だと思います。このアルバイトの魅力は、一人で黙々と作業ができるところです。そして正確性が大事になるので、長い間集中力を保つのも大切です。以上が少し変わったアルバイトの紹介でした。皆さんはこの中にもやってみたいアルバイトはありましたか？先ほど紹介した少し変わったアルバイトや人気のアルバイトは基本長期的に働く場合が多いですが、例えば短期で働きたい
または今日授業が早く終わったから、2時間だけ働きたいなと思うこともあるかもしれません。で、私も最近これを妹から聞いて驚いたんですが、今日本ではタイミーというアプリで超短期バイトを探せるみたいなんです。なので、できるだけ簡単に皆さんに説明したいと思います。で、このタイミーなんですが、例えば、人が足りてないアルバイト先が登録をして、まず募集をかけます。なので、例えば、飲食店が日曜日の午後5時から8時だけ少し人数が足りないので誰かを募集しますっていう投稿しますね。そしたら、それが掲載されて、で、このタイミーのアプリに登録した人がそれを見て、あ、自分も午後5時から8時空いてる。だったらちょっとアルバイトしよっかな。と、そこで一致がしたら、その募集に応募をして、そして当日そこに出勤して3時間だけ働いてお給料が発生するというシステムです。なのでもう需要と供給を見事に合わせたシステムだと思います。そして特に大学生は試験が予定より早く終わったりとか、友達と約束していたけど遊ぶ予定がなくなった。急に時間ができることもあると思います。なので、この急に時間ができた時に、あ、アルバイトしたいなと思った時に、とても便利なシステムだと思います。で、私の妹も実際にタイミーでアルバイトをしたみたいなんですが、タイミーはいろいろな募集があるので、もう本当にいろいろなバイトができて、すごく面白いと言っていました。さて、最後に日本でのアルバイトの探し方について話したいと思います。こちらも3つに分けてみたので、1つずつ紹介していきます。まず、一番簡単で早い方法は、求人サイトやアプリで探すことです。場所や時間、時給など様々な条件で絞って探せるのでとても便利です。例えば、駅から徒歩で10分以内がいいとか、時給は1100円以上がいいとか、あとは平日だけがいいとか、自分の条件をいろいろ入れて探せるので、とてもおすすめです。もう一つは、私の大学にもあったんですが、大学や大学の近くのお店にある掲示板をチェックすることです。これは求人サイトやアプリと違ってかなりアナログなやり方かもしれませんが、大学を通しての紹介なので少し安心かと思います。この掲示板に貼っている募集は下に連絡先、メールや電話番号が書いてあることが多いので、そこに連絡をしてみるのがいいと思います。最後、3つ目は、これは私もよく使っていた方法なんですが、先輩や友達にアルバイト先を紹介してもらうことです。で、実際に友達や先輩の働いたことのあるバイト先なので、より安心だと思います。で、気になる条件だったりとかもすでに情報があるので、自分に合ってるかも見極めやすいと思います。ここまでいろいろなアルバイトのお話をしてきましたが、大切なのは高時給なアルバイトを選ぶよりも自分にぴったりなアルバイトを見つけることです。自分の性格や楽しめることをよく考えてアルバイトを探してみてください。ちなみに私は大学生の頃、主に2つのアルバイトをしていました。で、1つ目が友達に紹介してもらった軽食屋さんのレジの
バイトでした。接客業ですね。このアルバイトはシフトの時間によってまかないや残り物も出ていたので、私はとても助かりました。そしてまかないもすごく美味しかったのを覚えています。よくカレーや、あとはポキ丼を食べていました。そして二つ目は学童のアルバイトでした。これは私の周りでもあまりしている人が多くなかったので、少しユニークかと思いますが、学童のアルバイトでは、小学校が終わった後の子供たちと遊ぶことが主な仕事内容でした。私は子供が大好きで、いろいろな人と話すのも好きなので、とても楽しかったです。あと、子供たちと遊んだり話したりすることで、新しい視点で物事を考えることもできたので、面白かったです。また、子供同士の喧嘩の仲裁もする必要があったので、問題解決の力も磨けたと思います。楽しいバイトは、卒業してからも自分を助けてくれるスキルを身につけるチャンスになりますよ。ということで、今日は大学生のアルバイトのリアルな話をしました。いかがだったでしょうか？皆さんの国でのアルバイト事情もぜひコメントで教えてください。とても気になります。では、今日のみゆの日本語カフェはここでおしまいです。最後まで聞いてくださりありがとうございます。それでは皆さん素敵な1週間をお過ごしください。そしてまた来週のみゆの日本語カフェでお会いしましょう。またねー。あっという間にエピソード8まで来ました。そして皆さんいつもコメントやいいねありがとうございます。この度は登録者数1000人ご来店いただきました。イエーイ！嬉しいです。ありがとうございます。